こんにちは、シャチパンです。先日レグザの最新モデルが発表されましたので、いつものように昨年モデルからどう変わったのか、モデル間の違いについても解説していきたいと思います。実はシャチパン、ありがたいことにメーカーの新作発表会に呼んでいただきまして、すでに実物を見てきました。メディアの方々の邪魔にならないよう気配を消しながら参加していましたが、今回はその時の感想なんかも交えながら紹介していきますので、ぜひ最後までご視聴いただけると嬉しいです。それではやっていきましょう。 TVS レグザから発表のあった2023年モデルはご覧の3モデルです。有機 EL が1つ、液晶モデルが2つです。 X がつくのが有機 EL モデル、 Z がつくのが液晶モデルです。この X9900M と Z970M が最上位モデルです。昨年までの液晶モデルの最上位モデルは800番台でしたが、今回900番台となりました。後で詳細を説明しますが、今回900番台となったことで飛躍的に性能が向上しています。今回は上位3モデルだけの発表でしたが、昨年同様今後下位モデルの発表もあるかと思います。それでは2022年モデルからの違いを簡単に紹介していきます。今年はどんな進化をしたのでしょうか。大きな違いはパネル、センシング、高画質処理、サウンドです。まずはパネルです。有機 EL は昨年同様の構成ですが、流す電流などの最適チューニングにより明るさが2割アップしています。順当な進化です。液晶は昨年大進化を遂げたミニ LED 量子ドット構成に加え、上位モデルはさらに高視野角シートと低反射シートを備えています。ミニ LED とはその名の通り小さい LED のことで、黒の表現力と明るさに貢献するものです。従来 LED のおよそ100分の1の大きさとなり、パネルに敷き詰められているミニ LED は従来構成よりも高密度に配置できるので、映像の明るい部分と暗いエリアを分けて細かく光らせることができるようになります。逆にこのエリアが大きいと、映像の周囲に少し光が漏れ、黒が浮いてしまうハローという現象が見えてしまい、黒の表現力が損なわれます。花火などの映像で花火を明るく迫力のある映像にしつつ、周囲が白く浮いてしまっていた現象が抑えられるでしょう。新モデルのエリアコントロール数は今回 Z870M で従来の3倍、Z970M で10倍に増えました。エリアコントロール数は各社はっきりと言及することはありませんが、実際会場でエリアコントロールのデモを見た限りでは、このミニ LED4 つを1エリアとして動いており、計1000エリア以上はありそうでした。また明るさもアップしており、上位モデルの Z970M では測定したわけではありませんが、体感1500ニット近くは出ていそうに感じました。実はレグザの昨年のミニ LED モデルは、このエリアコントロール数や明るさが物足りないという意見が一部にありました。今回のモデルではかなり強化されたと言っていいでしょう。量子ドットは人間の髪の毛の太さの1万分の1の大きさの人工結晶です。光や電気エネルギーを加えると発光する特徴を持ち、これがバックライトに使われています。発光色は量子ドットのサイズによって変えられるので、人工的にサイズ調整された量子ドットをフィルムに閉じ込め、映像を作っている赤、緑、青の光を効率的に得ています。これはシャチパンが実測した昨年の量子ドット採用モデルのカラースペクトルのデータですが、混色の少ない光が得られ、テレビの表示できる色の範囲が広がり、結果として豊かな色彩で自然に近いカラーを実現しています。今年のモデルでは量子ドットの材質の見直しが入り、より特性の良い量子ドットを採用したようです。これらに加え、
上位モデルの Z970M では高視野角シートと低反射シートが新たに追加となりました。レグザの上位モデルはそもそも視野角がある方ですが、それがさらに改善され、低反射シートは Z970M が有機 EL と同じツヤのあるグレアタイプの液晶を採用したことから実装されたのかと思われます。液晶テレビには現在グレアタイプとハーフグレアタイプがありますが、グレアタイプは表面がツルツルで光沢感があり、黒がしっかり表現できる反面、反射が鏡のように映る特徴があります。一方、ハーフグレアパネルは表面に微細な凹凸を施すことで外光を拡散反射させ、映り込む像をぼかしつつ人の目に届く反射光の量を抑えていますが、デメリットとしては外光の拡散反射により黒が少し白っぽく見えるのに加え、バックライトの光も拡散してしまうため、わずかに解像度の低下が生じます。どちらが優れているということはなく、画質を優先するならばグレア、くっきりとした映り込みを嫌うならばハーフグレアという選択になります。液晶でグレアタイプを採用してきたことから、このモデルは画質にとことんこだわったコストのかかったモデルと言えるでしょう。実際に見てきましたが、反射シートはかなり良質なものが使われているように見えました。続いてセンシング機能です。今年のモデルはミリ波レーダーが採用されています。何それってお思いの方もいらっしゃるかと思いますが、ミリ波レーダーとは車の自動運転技術にも活用されている技術で、レグザでは視聴者の位置を認識し、視聴距離に合わせた適切な画質やサウンドを楽しむことができます。具体的には、視聴距離が近ければ目立つノイズを抑制、逆に遠い場合はノイズがあまり目立たなくなるので輪郭をくっきり見せるといった処理をします。視聴距離は間取りやその時の気分にもよるかと思いますので、どんな時でも最適な画質にしてくれるのは良いですね。それ以外にも人の視聴位置に基づいてサウンドのバランスを変えたり、離席時には省エネモード、人を検知すると電源オンから映像が出るまでの時間を短縮したりします。昨年のソニーのテレビではカメラが採用されていましたが、コンセプトとしては同じ方向性です。ただし、カメラは動いていなくても向けられていると落ち着かないという方も一定数いらっしゃるので、気になる方はこちらの方が良いでしょうか。ちなみに会場ではこのデモが行われていて、テレビに近づいたり離れたりするとこのように視聴距離を即座に認識しました。ただシャチパンはどちらかというとバックのストリートファイター6の綺麗さに目を奪われて、うわーこのテレビでゲームしてとしばらくぼーっとしていたのは内緒です。次に高画質処理です。従来の空間の奥行きを計算して被写体の肌の質感や精細感を高めるフォーカス処理や美肌の処理などもパワーアップしたようですが、今回は2つの機能を紹介します。まずはアニメ顔認識です。ネット動画の高画質処理の類のものですが、従来アニメかどうかの判定をフレームレートで判別していました。しかしネット動画は多種多様、さまざまなフレームレートのコンテンツがあることから正確に把握することができず、最適な処理をすることができなかったり、逆に高画質処理が悪い方向に働くこともありました。そこでアニメの顔を認識することで正確にアニメと判断、最適な処理ができるようになりました。ノイズの目立つコンテンツだった場合、その効果は大きいでしょう。ついにアニメの顔認識ですか。純粋に考えてアニメの顔を認識するってすごくないですか。シャチパンやアンパンマンの顔も認識してくれるのでしょうか。続いてゲーム高画質です。新たにゲームセレクト機能が追加され、ゲームジャンルに適した画質を選択することができるようになりました。ゲームといえば低遅延モードを思い浮かべる人が多いと思いますが、
低遅延モードはテレビ側の信号処理を必要最低限としているので、画質をその分犠牲にしています。そこで遅延が重要な対戦ゲームではシューティングモード、画質を優先したいアドベンチャーや一人用のゲームの場合はロールプレイングモードと用途によって選ぶことができるようになりました。ゲームをやられる方にとっては嬉しい機能かもしれませんね。続いてサウンドです。3モデルとも別々の構成となります。60W の重点音立体音響バズーカ Z は底面に 2way のバスレフ型フルレンジスピーカー、中央に低音を担うウーファー、そして上面に高音を担うツイーターの計7個のスピーカー構成です。しっかり大きめなウーファーがついているので低音を感じることができ、また上面にあるツイーターが音像を画面の中央に引き上げ、映像から音が聞こえるような違和感のない音声を楽しめるでしょう。昨年とほぼ同じ構成です。90W のバズーカ XHR は先ほどの構成に加え、左右にサイドツイーター、そして中央に画面全体を振動させるスクリーンスピーカーを搭載した計10個のスピーカー構成です。サイドツイーターの役割は3次元の疑似立体音響であるドルビーアトモスの強化で、高さ方向だけではなく左右方向の音も表現します。スクリーンスピーカーは映像から音が出ているような効果をより持たせるためです。ソニーのテレビも画面を振動させ音を出しますが、それと狙いは同じです。こちらも昨年とほぼ同構成です。112W のバズーカ ZHD は先ほどの構成に一見似ているように見えますが、センタースピーカーが追加され、そしてトップツイーターがフルレンジのトップスピーカーとなっています。フルレンジスピーカーは低音から高音を一つのユニットでカバーするスピーカーのことですが、一機のユニットで全ての帯域の音をカバーするのは難しく、低音、高音のエネルギーが不足しがちです。そのため、低音はウーファー、高音はツイーターと担当を分けている構成が多いですが、分けることで音のつながりが悪くなるというデメリットがあります。このモデルは音のつながりをより重視したモデルと言えるでしょう。発表会ではサウンドのデモはなかったので、この違いについては体験することは残念ながらできなかったんですが、お店に並んだら聞き比べをしてみたいなと思います。なお、今回ご紹介するモデルはすべて底面のスピーカーが物理的に前向きについていることから音のこもりにも強いでしょう。その他には細かい点ですが、リモコンもネット動画のダイレクトボタンにワウワウオンデマンド NHK プラスが追加、そして今までタイムシフトマシンと連携していた番組レコメンドシステムである三昧機能がネット動画も探せるようになりました。以上が2022年モデルからの主な変更点です。昨年はかなり大きな変更が入った分、今年はマイナーチェンジかと思われましたが、全体的にブラッシュアップされています。特に液晶モデルの進化は目覚ましいと感じました。続いてモデル間の違いをさっと流し、気になる価格を見てみましょう。まずは同時録画番組数です。今回ご紹介したモデルはすべてレグザ最大の特徴でもあり、根強い人気を誇っているタイムシフトマシンが搭載されています。地デジ6チャンネルを数日分丸ごと録画でき、好きな時に見ることができます。タイムシフトマシンの魅力については、こちらの動画で詳しく実機を用いて紹介していますので、もしご興味があれば概要欄のリンクから参考にしてみてください。続いて残像低減です。残像低減は倍速パネルまでの対応となります。倍速パネルは前後のフレーム情報から動きを予測し、補完フレームを生成することで残像を減らします。黒画面挿入は昨年同様ありません。続いて色再現です。
色再現処理は Z870M の処理が少し劣ります。上位機種では色を64分割して処理しますが、それが半分以下の28分割処理となっています。最後に価格です。55型と65型の価格を記しています。液晶最上位モデルの Z970M は65型以上の対応なので、それのみの記載となります。昨年モデルの価格と比較すると、有機 EL モデルは5万円前後の値上がり、ミニ LED モデルは昨年の Z870L と Z875L を800番台としてひとまとめにすると価格は据え置きです。今回のミニ LED 上位モデルは昨年にはなかったモデルとなり、価格は有機 EL モデルとの中間になります。今年はすでに様々なものが値上がりしており、家電もその煽りを受けるであろうと思われます。そんな中でも液晶モデルの方は価格が据え置かれているので、まだ良しといったところでしょうか。これから他社製品も続々と発表されていくと思いますが、この価格設定が一つの基準となりそうですね。通常 LED の液晶モデルの発表はまだですが、現在のテレビの価格は有機 EL、ミニ LED、通常 LED の順となっているので、おそらくこのミニ LED モデルから5から10万安い価格帯となってくるでしょうか。さて、まだご紹介できていない部分はありますが、今回の新モデルの特徴についてざっとご紹介しました。有機 EL は順当な進化をし、液晶は新たに900番台のミニ LED 上位モデルが登場しました。今回は発表のあった上位モデルだけのご紹介となりましたが、残りのモデルが発表されましたらまたまとめたいと思っていますので、興味がある方はチャンネル登録の方よろしくお願いします。最後にインチ情報と発売日をまとめました。2023年4月初旬現在、ラインナップはこのようになっています。今後の流れとしては、4月21日に有機 EL、ミニ LED のモデルが一斉に発売。5月に残りの85型が発売予定です。昨年までのラインナップではなかった有機 EL の77型、ミニ LED の85型が追加となっています。購入検討中のモデルがある方は参考にしてみてください。さて、今回の動画はこれで終わりです。レグザの2023年モデルいかがでしたか？新作発表会は終始和やかな雰囲気で、エンジニアの方にいろいろと話を聞くことができました。途中居心地よすぎてテレビとは全然関係ない世間話なんかもしてしまいましたが、なんというか仕事の邪魔をしてすいませんでした。でもさ、逆に話しかけやすすぎるオーラを出してる方も悪いと思わない？思わない？シャチパンが悪い。まあ。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また見てくださいね。また見てね。